1789、都市、パリの街角に、数百年にわたる封建的抑圧の底流に押し込められていた市民たちの声が、静かなため息から轟くような怒号へと変貌し、フランス全土を揺るがす嵐の予兆として響き渡り始めました。しかし、この革命の嵐が一夜にして巻き起こったわけではありません。これは、ヨーロッパ全体を覆っていた、18世紀という長い時間の間、地殻のようにゆっくりと、しかし確実に堆積してきた知的、社会的土壌が限界まで熟成し、ついに爆発的な噴火を起こした結果だったのです。この世紀は後世、啓蒙の世紀と呼ばれ、かつて教会の暗闇と王権の絶対的な専制によって覆い隠されていた世界に、理性という冷徹かつ鮮明な光を照射し始めた時代でした。当時のフランス王国は、ルイ16世の治世下で、国家財政が破綻寸前の危機的状況に瀕していました。しかし、単なる表面的な財政難や穀物価格の高騰だけが原因ではありませんでした。より根深い問題は、王権真珠説に根ざす絶対王政の構造そのものが、市民の怒りと不満の温床となり、社会の基盤を崩壊させていたことにありました。王権は神から直接与えられた絶対的権威であるとされ、国王は単なる国家の第一の役人としての立場を超え、神聖不可侵の存在、つまり神の代理者としてみなされていました。ルイ14世が、朕は国家なり、と宣言したように、国王の意志が法であり、その決定は誰も異議を唱えることができない絶対的な真理であったのです。この絶対王政のシステムは、17世紀を通じて完璧に機能してきたかに見えましたが、18世紀に入ると、その硬直的な構造が時代の変化に追いつかず、脆い氷の城のように崩れ始めていたのです。その一方で、フランス社会の多数を占める農民、そして都市の職人や商人を含む第三身分は、国家予算の実に 80% もの租税負担を背負わされながら、政治的な発言権を完全に奪われていました。彼らは、自分たちの生活を支える税を納め、国を守り、社会を動かす原動力となっているにもかかわらず、その意思を国政に反映させる手段を一切持たなかったのです。これは、現代の感覚では到底理解しがたい、あまりに不条理な構造でした。第一身分である聖職者と第二身分である貴族は、人口のわずか 2% にも満たない特権階級でありながら、土地や富の大部分を独占し、かつ重要な税務負担から免れていました。彼らは、血の貴族としてのプライドを持ち、労働することを癒しとみなす風潮が社会に蔓延していました。具体的な数値で言えば、農民は収穫の3分の1から半分以上を領主や教会に年貢として捧げられ、さらに王への直接税、間接税、そして教会への税という三重の重圧にあえいでいました。都市の労働者も同様で、パンの価格が上昇するたびに生活は破綻の淵に立たされました。1780年代後半、パン1ロットおよそ4キロの価格が労働者の日給の 80% 以上を占めるという異常事態が発生しました。空腹に苦しむ民衆にとって、パンは単なる食料ではなく、命そのものであり、その価格の高騰は、という絶望的な現実を突きつけるものでした。このような状況の中で、思想界に革命の火をつけたのが、啓蒙思想家たちでした。ボルテールは、その著作、エクリールにおいて、私には自分の考えを売る権利がある、と力説し、思想の自由至上を提唱しました。彼は、教会や王権による検閲や弾圧に対し、理性と皮肉を武器に果敢に戦い、人々が、盲信から思考へと目を覚ますよう促しました。彼の、君を許さず、という言葉は、暗黒の教条主義に対する強烈な抵抗の象徴となりました。また、ジャック・ルソーは、
社会契約論の中で、主権は人民に由来するという画期的な主張を展開しました。それまで王権は神から来ると考えられていましたが、ルソーは人々の合意、つまり契約によって国家が成立し、主権は常に人民にあると説いたのです。これは王権真珠説を根本から覆す民主主義の根源となる思想でした。さらにモンテスキューは法の精神において立法、行政、司法の三権分立の必要性を説き、権力が一点に集中することで生じる専制政治の危険性を警告しました。彼の提唱した権力の抑制と均衡の原理は、後のアメリカ憲法やフランス革命後の憲法制定に決定的な影響を与えました。これらの思想は、単に学者たちの間で行われた哲学的な議論にとどまらず、フランス社会の隅々にまで浸透し、人々の意識を劇的に変容させていったのです。特に注目すべきは、これらの思想が、書籍という媒体を通じて、爆発的に拡散したという事実です。17世紀末から18世紀半ばにかけて、フランスにおける書籍の出版量は驚異的な4倍近くに増加しました。これは、識字率が向上し、中産階級、ブルジョワジーが台頭し、情報への渇望が社会全体に広がったことを示しています。ボルテールの著作は、彼の生涯で2万部以上売れたとされ、これは当時の出版界では異例のベストセラーでした。ルソーのエミールや社会契約論も刊行されるや否や一夜にしてベストセラーとなり、禁止書物として密かに流通するほど人気を博しました。これらの書籍は高級なサロンやカフェで語られるだけでなく、農村の読み書きができる識字層の間で手渡しされ、朗読会が開催されるなどして、封建的秩序への批判的意識を共有する知的なコミュニティが形成されていったのです。カフェでは商人や職人たちがコーヒーを飲みながら国王の批判や新しい政治制度について熱く議論しました。サロンでは女性たちが中心となり、知識人たちが集まり、自由や平等の理念について議論を深めました。このようにして思想は単なる知識ではなく、人々の生活の一部となり、革命の精神的なエネルギー源となったのです。さらに、経済的な要因も革命を加速させる重要な要素でした。18世紀後半、フランスは気候変動による不作が続きました。1788年の夏には、フランス全土を襲った氷が麦畑を壊滅させ、翌1789年の春には極寒の冬が訪れ、収穫を奪いました。パンの価格が急騰し、労働者の収入の 80% 以上をパン代が占めるという異常事態が発生しました。空腹に苦しむ民衆は、王や貴族の贅沢な生活に誇りを覚えました。ベルサイユ宮殿で開かれる豪華な舞踏会のニュースと、パリで子供たちが上で倒れるニュースが、鮮明な対比として人々の心に刻まれたのです。1789年1月ルイ16世は国家財政の破綻を打開するため175年ぶりに三部会を召集することを決意しました。しかしこの召集自体がフランス社会の構造的矛盾を露呈する出来事となりました。三部会は第一身分聖職者、第二身分貴族、第三身分平民の3つの身分から構成されていました。第一身分は教会の高位聖職者、第二身分は伯爵や公爵といった貴族階級であり、第三身分は全人口の 98% を占めるにもかかわらず、議決権は一人一票ではなく、身分ごとの集団投票でした。つまり、人口比で圧倒的多数を占める第三身分が、2つの特権身分に常に押しつぶされていたのです。第一身分と第二身分は、それぞれの議員数が第三身分の議員数と同等であり、しかも租税免除の特権を享受していました。このため、第三身分は、
人口比に応じた議決権の平等化を要求しました。しかし、特権階級はこれに強く抵抗し、旧来の方式である身分別投票を堅持しようとしたのです。この対立は、単なる手続きの問題ではなく、フランス社会の在り方を決定づける根本的な争点となりました。第三身分は、自分たちが国民の主体であると主張し、特権階級が国民の一部に過ぎないとみなすようになりました。この意識の変化が革命の最初の大きな転換点となったのです。この時期、パリではパンの暴動が頻発し、貴族の馬車に石を投げつける事件が多発しました。人々はパンをよこせと叫びながら王宮の門の前で群衆を形成し、国王の無策を非難しました。ベルサイユ宮殿はその豪華絢爛さと現実の飢餓との対比の中で国民の怒りの的となっていました。マリー・アントワネット王妃はその奢侈な生活と政治への無関心さから赤字婦人として嘲笑され、国民の反感を一身に集めていました。王妃がパンがなければお菓子を食べればいいと言ったという逸話、実際には彼女が言ったかどうかは疑わしいが、当時の世論を象徴するものとして定着した話は、王族と民衆との断絶を如実に物語っていました。このように、経済的危機、思想的覚醒、そして社会構造の不平等が複雑に絡み合い、フランスは革命という巨大な噴火に向けて、静かながらも不可避な準備を整えていきました。1789、年の春、空は青く晴れは立っていましたが、その下では暗雲が立ち込め、静寂の中に雷鳴が鳴り響くような緊張感が漂っていました。人々は何か大きなことが起こることを予感し、不安と期待が入り混じった複雑な心境で、歴史の転換点を待ち望んでいたのです。1789、年、5、月、5、日、ベルサイユ宮殿の広大なホールに、フランス全土から集まった三部会の議員たちが一堂に会しました。ルイ16世は国家財政の破綻を打開するため、175年ぶりに三部会を招集しましたが、この招集自体が、フランス社会の構造的矛盾を露呈する出来事となりました。会場には、豪華な衣装を身にまとった貴族たちと、質素な服装の第三身分の議員たちが混在していました。しかし、その服装の違いは、単なる経済格差を表しているだけではありませんでした。それは、長年にわたって築き上げられた階級社会の壁そのものを象徴していたのです。貴族たちは、絹の衣装に金糸を施し、三つ編みの髪型におしろいを塗り、剣を履いて堂々と歩きましたが、第三身分の議員たちは、黒いコートを着て、質素な髪型で、まるで影のように控えめに振る舞っていました。三部会は、第一身分、聖職者、第二身分、貴族、第三身分、平民の三つの身分から構成されていました。第一身分は教会の高位聖職者、第二身分は伯爵や公爵といった貴族階級であり、第三身分は全人口の 98% を占めるにもかかわらず、議決権は一人一票ではなく、身分ごとの集団投票でした。つまり、人口比で圧倒的多数を占める第三身分が、二つの特権身分に常に押しつぶされていたのです。この、一人一票ではなく、一身分一票というシステムは、第三身分がどんなに合理的な提案をしても、第一身分と第二身分が結託すれば、その提案は必ず否決されることを意味していました。これは、民主主義の原理に反する、極めて不公平なシステムでした。第一身分と第二身分は、それぞれの議員数が第三身分の議員数と同等であり、しかも租税免除の特権を享受していました。このため、第三身分は、人口比に応じた議決権の平等化を要求しました。しかし、特権階級はこれに強く抵抗し、旧来の方式である身分別投票を堅持しようとしたのです。この対立は、単なる手続きの問題ではなく、フランス社会の在り方を決定づける根本的な争点となりました。
第三身分は自分たちが国民の主体であると主張し、特権階級が国民の一部に過ぎないとみなすようになりました。この意識の変化が革命の最初の大きな転換点となったのです。5、月、6、非、第三身分の代表たちは、投票方式の問題で他の2つの身分と対決を挑みました。彼らは、投票は議員個人ごとに行うべきだ、と主張しましたが、貴族と聖職者はこれを受け入れず、身分別での投票を主張し続けました。この膠着状態は数週間続き、国民の間に苛立ちが広がりました。パリの街では、三部会の進展を待つ人々が集まり、新聞やパンフレットを通じて情報が拡散されました。第三身分の指導者たちは、ミラボー、バルナブ、シエースら、弁論の天才たちによって率いられ、巧みな論理で特権階級を論破しようとしましたが、ルイ16世と彼の側近たちは、未だに妥協の姿勢を示すことを拒んでいました。6、月、17、日、ついに第三身分は決断を下しました。彼らは、国民議会の結成を宣言し、国王の権威に公然と挑戦する行動に出ました。この宣言は、単なる議会の名称変更ではなく、封建的秩序の否定と人民主権の原則の表明でした。第三身分の議員たちは、自分たちがフランスの大多数を代表する正当な議会であると主張し、他の身分の議員たちにも参加を呼びかけました。これにより、三部会は、国民議会という新しい名前で再編成され、フランスの歴史は大きく動き出しました。CAS は、私たちが国民である、と宣言し、その言葉は瞬く間に国民の心を捉えました。そして、6、月、20、日、歴史的な瞬間が訪れました。ルイ16世は、国民議会の活動を阻止するため、議事堂を封鎖し、第三身分の議員たちが集まれる場所を奪いました。彼らは慌てて近くの室内テニスコートへと駆け込みました。そこには、湿った空気が漂い、古いテニスボールの匂いが混じっていました。議員たちは、そのテニスコートの床に座り込み、あるいは机代わりに使ったテーブルを囲んで、壮絶な宣誓を行いました。窓からは、雨上がりの空が差し込み、冷たい風が部屋を吹き抜けていました。憲法が制定されるまで、決して解散しない。国王の権威に服従せず、国民の意思によって国家を再建する。このテニスコートの誓いは、単なる議会の意思表示ではありませんでした。彼らはテニスコートのテーブルを机代わりに、文字通り、机の上で宣誓を交わしたのです。この光景は、後のフランス国民にとって、王権に対する人民の主権の象徴として記憶されていくことになります。議員たちは、汗と涙に濡れた顔で、互いの手を握り合い、革命の成功を誓い合いました。その場面は、まるで古代ローマの共和制を彷彿とさせる、ドラマチックな瞬間でした。ミラボーの雄弁な演説や、CAS の冷静な論議が、この誓いを支えていました。この誓いは、ルイ16世の王権を否定する行為であり、同時に、人民が国家の主権者であるという近代的国家観の表明でした。テニスコートの誓いは、フランス革命の憲法制定というプロセスの始まりを告げる歴史的瞬間だったのです。この日以来、国民議会は憲法起草委員会を設置し、フランスの新しい国家の骨格を作り上げ始めました。彼らは、封建的な特権を廃止し、法の下の平等を実現するための法典を起草することに全力を注ぎました。しかし、ルイ16世はこれを容認するつもりはありませんでした。彼は、王党派の軍隊をパリ近郊に集結させ、国民議会の解散を迫る構えを見せました。これにより、緊張状態は最高潮に達し、パリの市民たちは、革命の成果が武力によって押しつぶされるのではないかと恐怖に駆られました。この時期、パリの街は、不安と期待が入り混じった独特の空気に包まれていました。人々は、
街角で噂話を交わし、革命の行方について熱く議論しました。革命が成功するか、それとも失敗して流血の惨事になるのか、その行方はまだ誰にも分かりませんでした。6月23日ルイ16世は王室会議を開き、国民議会に解散を命じ、身分別の投票を強制する命令を下しました。しかしミラボーが武力で私たちに解散を命じるならば、剣で私たちを追い払うしかないと叫んだことで、国民議会は解散を拒否し、国王の命令を無視しました。この対決は王権と国民の決定的な亀裂を深める結果となりました。1789年7月に入ると、ルイ16世が王党派の軍隊をパリ近郊に集結させているという噂が飛び交い、パリの空気を張り詰めたものに変えました。市民たちは革命の成果が武力によって押しつぶされるのではないかと恐怖に駆られ、自衛のための準備を急ぎました。7月12日、市民たちは武器を求めて武器庫を襲撃し、次々と武装していったのです。当時のパリ市民にとって、武器は命を守るための最後の手段でした。武器庫の襲撃は単なる物資の略奪ではなく、封建的圧政に対する武装放棄の第一歩だったのです。7月14日、ついにバスティーユ要塞が襲撃されました。バスティーユは単なる監獄ではなく、王権の象徴であり、封建的抑圧の象徴でした。当時のバスティーユ要塞は7つの塔を持ち、城壁は厚さ3メートル、高さ24メートルに及ぶ堅固な要塞でした。その内部には暗く湿った独房が並び、王の命令だけで投獄された人々が罪状も知らされずに閉じ込められていました。市民たちは自由への扉を開けというスローガンのもと、要塞を包囲しました。攻撃は正午に始まり、午後5時まで続きました。市民たちは大砲を奪取し、要塞の門を破壊しました。要塞の司令官ローネーは降伏を拒否し、市民たちは司令官を射殺しました。最終的にバスティーユ要塞は陥落し、人の囚人が解放されました。当時の記録によれば、囚人たちは全員が政治犯ではなく、主に文書偽造や強盗の容疑者だったとされています。しかし、その事実関係よりも、バスティーユという象徴が陥落したという事実の方が、人々の心には深く刻まれました。この襲撃で、市民たちは約100人の死者を出しました。しかし、バスティーユの陥落は、王権が武力によって打倒されうることを示す象徴的出来事であり、フランス革命の開始の合図となったのです。革命の炎は、もはや消すことのできない勢いで燃え広がっていったのです。パリの街では、市民たちがバスティーユの石を拾い集め、記念品として持ち帰りました。また、要塞の鍵は、後日、アメリカの独立戦争の英雄であるジョージ・ワシントンに贈呈され、自由の象徴としてアメリカに渡ることになりました。バスティーユ襲撃の直後、フランス全土で、大恐怖と呼ばれる農民の蜂起が相次ぎました。農村では、貴族の城官が襲撃され、文書、封建的特権を証明する記録が焼却されました。農民たちは、長年の苛烈な負荷と労働義務に耐えかねて、ついに暴動を起こしたのです。この大恐怖は、封建制度の崩壊を加速させ、国民議会に対して封建的特権の完全廃止を迫る圧力となりました。8月4日の夜、国民議会は貴族や聖職者の自発的な提案により、封建的特権の廃止を決議しました。これは、フランス社会の根本的な構造を揺るがす、画期的な出来事でした。貴族たちは、自らの特権を放棄し、すべての市民が平等であることを宣言しました。この決議は、一夜にして、
何世紀にもわたって続いてきた封建社会を終わらせ、近代市民社会への第一歩を踏み出すものとなりました。この夜、議会は熱狂的な雰囲気の中で、特権の放棄を相次いで宣言しました。貴族たちは、自らの領主権、裁判権、狩猟権などを放棄し、聖職者も税の廃止を宣言しました。これは、革命の理想が現実の政治に反映された最初の大きな瞬間でした。1789、年、8、月、26、日、国民議会は、人間と市民の権利の宣言、通称、人権宣言を採択しました。この宣言は、全17条から構成され、人間の自然権を法的に保障するものでした。これは、アメリカの独立宣言や英国の権利章典の影響を受けつつも、より普遍的で抽象的な原理を掲げた、画期的な文書でした。第1条、人は生まれながらにして自由かつ平等な権利を持つ。という条文は、封建的身分制の完全否定を宣言し、第2条、自由、所有権、安全、傾向権は人間の自然権である。という条文は、人間の基本的権利を明確に規定しました。特に注目すべきは第6条、法律の前の平等の規定であり、これは封建的特権の廃止と、すべての市民の法的平等を宣言するものでした。また、第9条、無罪推定の原則、や第11条、言論、出版の自由も、近代民主主義の根幹をなす重要な権利として明記されました。しかし、この人権宣言は、直ちに現実化されたわけではありませんでした。国民議会は、市民を、能動的市民、租税を一定額以上納め、政治的権利を有する者と、受動的市民、政治的権利を有しない者に区分し、女性や貧困層の政治参加を事実上排除していたのです。例えば、当時のパリ市民の3分の1は、受動的市民とされ、選挙権を奪われていました。また、女性は人権の対象外とされ、政治的な権利は一切認められませんでした。オランプ・ド・グージュが後に、女性と女性の権利の宣言を執筆して抗議したように、革命の理想は、依然として男性中心の社会に限定されていました。さらに、人権宣言は、所有権の不可侵を規定しましたが、これは当時のブルジョワジー階級の経済的利益を保護するものでした。このため、貧困層の経済的不平等は、人権宣言によってむしろ固定化される結果となったのです。革命は、政治的な平等を実現しましたが、経済的な不平等は解消されませんでした。むしろ、資本主義的な経済活動が自由化され、富の格差が拡大する土壌が作られたのです。それでも、人権宣言は、フランス革命の精神的な支柱となりました。この宣言は、その後、フランスの憲法の全文として位置づけられ、現代のフランス共和国の価値観の基礎となっています。また、この宣言は、世界中の民主主義運動に影響を与え、多くの国で人権保障の基準となりました。人権宣言は、単なる法律文書ではなく、人類の良心に訴える普遍的なメッセージとして、今日に至るまで読み継がれています。1792、年、8、月、10、日、王政廃止のクーデターが発生しました。ルイ16世は捕らえられ、後に処刑されました。しかし、この王政廃止は、革命内部の分裂を深める結果となりました。革命は、当初は穏健なブルジョワジーによって主導されていましたが、次第に過激なジャコバン派が台頭し、政治的な対立が激化していきました。王党派、聖職者、貴族たちは各地で反革命運動を展開しました。バンデー地方では、農民たちが王党派の指導のもと、
革命政府に対する武装蜂起を起こしました。彼らは、王と教会のために、と叫び、革命政府の徴税や徴兵に抵抗したのです。また、国外ではオーストリアやプロイセンが、王権の回復を目指してフランスに侵攻してきました。これらの内外の脅威に直面し、革命政府は、恐怖政治と呼ばれる過酷な弾圧体制を敷きました。ロベスピエールは、共和国の敵を定義し、彼らを次々と処刑しました。ロベスピエールは、美徳の独裁を主張し、革命の理想を実現するためには、断頭台こそが正義である、と信じていました。彼は、革命の純粋性を保つためには、どんな犠牲も厭わないという極端な思想を持っていたのです。恐怖政治の期間中、約4万人が処刑されました。このうち、半数以上が疑わしき市民であり、裁判もなく即決で処刑されました。ギロチンは革命の象徴となりました。ロベスピエール自身も1794年7月28日、テルミドールのクーデターによって処刑されました。恐怖政治は革命の理想を実現するどころか、新たな権威主義と暴力の構造を生み出しました。ロベスピエールの処刑後、恐怖政治は終焉を迎えましたが、その傷跡はフランス社会に深く刻まれました。人々は、革命の理想が、いかに容易に暴力へと転化しうるかという教訓を学びました。テルミドールのクーデター後、フランスは政治的腐敗と経済的混乱に陥りました。この空白を、ナポレオン・ボナパルトが埋めることになります。ナポレオンは、1799年11月9日、フランス革命歴11月18日、ブリュメールのクーデターを決行し、特政府を打倒して執政政府を樹立しました。ナポレオンは、自らを革命の子と称し、革命の理想を法的に定着させる使命を帯びていたのです。そして、1804年、ナポレオンは、フランス民法典、ナポレオン法典を制定しました。この法典は、全2281条から構成され、革命の理想を法的に体系化したものでした。特に注目すべきは、第5条、個人は法の前で平等である、という条文であり、これは封建的身分制の完全否定を法的に確定するものでした。また、第1102条、契約の自由は、経済活動の自由を保障し、第1134条、所有権の不可侵は、私有財産の神聖性を規定しました。ナポレオン法典は、フランス国内だけでなく、ヨーロッパ全土に影響を与えました。ベルギー、オランダ、イタリア、さらにはドイツのラインラント地方にまで、ナポレオン法典が適用され、封建的法制度が廃止されていったのです。これは、フランス革命の理念が、軍事力を通じてヨーロッパ全体に広まったことを意味していました。しかし、ナポレオンの帝国は、革命の理想を軍事力でヨーロッパに押し付ける一方で、独裁体制を強化しました。ナポレオンは皇帝に即位し、検閲を強化し、言論の自由を制限しました。彼の帝国は、革命の自由と平等を制限し、新たな形の抑圧を生み出しました。しかし、ナポレオン法典は、彼の死後も残され、近代市民社会の法的基盤として機能し続けました。フランス革命は、単にフランスの歴史だけでなく、人類の歴史においても決定的な転換点となりました。革命が掲げた、自由、平等、友愛というスローガンは、現代の民主主義国家の理念の基礎となっています。革命を通じて、人々は、王権真珠説から人民主権へとパラダイムシフトを果たしました。これは国家の権威が神や王から国民自身に移ったことを意味し、近代市民社会の誕生を告げるものでした。革命は、また、
ナショナリズムの台頭を促しました。フランス国民は国王の臣民ではなく、同じフランス人としての共通のアイデンティティを持ち始めました。これは後の民族国家の形成に影響を与えました。さらに革命は人権の普遍性を主張し、世界中の民主主義運動のモデルとなりました。しかし革命は暴力と流血を伴う悲劇的な側面も持っています。恐怖政治による大量処刑やバンデー地方での虐殺は、革命の理想がどうすれば暴力へと転化しうるかを示す警告となっています。また革命は経済的な不平等を解消することはできませんでした。むしろ資本主義的な経済活動が自由化され、富の格差が拡大する土壌が作られました。それでもフランス革命がもたらした変化は取り返しがつかないほど深遠なものでした。それは人々が自由を求め、平等を希求し、友愛を理想とする精神を人類の歴史に刻み込んだ出来事でした。今日私たちが享受している民主主義や人権の概念は、すべてこの革命の遺産の上に成り立っています。フランス革命は未完成のプロジェクトであり、その理想は今日も追求され続けています。自由、平等、友愛という理念は時代とともに変化し、新たな課題に直面していますが、その核心となる精神は200年以上を経た現在でも私たちを鼓舞し続けています。革命の火種は消えることなく、現代社会の隅々にまで燃え広がり、人類の未来を照らし続けているのです。フランス革命は光と影が交錯する複雑な歴史的事件でした。光として、それは封建制の崩壊、人権の確立、民主主義の誕生をもたらしました。影として、それは暴力、大量処刑、独裁体制の誕生を招きました。しかし、その光と影は互いに不可分であり、革命の本質を構成しています。革命は理想と現実の乖離を浮き彫りにしました。人々は自由と平等を求めましたが、その実現には多くの犠牲を伴いました。また、革命は民主主義が容易なものではないことを教えてくれました。民主主義は単に選挙を行うことではなく、人々が互いに理解し合い、対話し、合意形成を図る不断のプロセスであることを示しました。現代において、私たちはフランス革命の教訓をどう受け止めるべきでしょうか。革命は、人々が自らの運命を自ら切り開くことができることを示しましたが、同時に、暴力がもたらす悲劇も警告しました。私たちは、自由と平等を追求しつつ、暴力に頼らず、対話と合意によって社会を変えていく必要があります。フランス革命は過去の話ではありません。それは現代社会の課題、例えば格差、差別、権力の乱用などに対する重要な問いかけを含んでいます。私たちは革命の精神を継承しつつ、新たな形で自由、平等、友愛を実現していく必要があります。最後に、フランス革命は人類の歴史において最もドラマチックで最も影響力のある出来事の一つでした。それは人々の勇気と希望、そして悲劇と苦悩の物語であり、私たちに未来への希望を与え続けています。革命の火種はこれからも燃え続け、人類の自由と繁栄を照らし続けるでしょう。1789年7月14日、パリの民衆がバスティーユ牢獄を襲撃した出来事は、革命の象徴的な瞬間として世界に知られています。この日、約100万人の人口を抱えるパリで、約700人の兵士が監獄を警備していましたが、民衆の怒りは爆発し、牢獄は陥落しました。これにより、国王ルイ16世の絶対王政に対する挑戦が明確になり、革命が不可逆的な段階に入ったことを示しました。さらに、革命の理念を世界に先駆けて宣言した人間と市民の権利の宣言、人権宣言は、
1789年8月26日に採択されました。この文書は、第一条で、人間は自由かつ平等な権利を持って生まれ、存続する、と明記し、封建的特権の廃止を宣言しました。また、第3条では、主権は本質的に国民に損する、と述べ、王権真珠説を根本から覆す、人民主権の原則を確立しました。この宣言は、その後の世界の人権思想や民主主義の発展に決定的な影響を与え、現代の憲法制定の礎となっています。バンデーの乱においては、約20万人から30万人の犠牲者が出たと推定されており、これは革命政府による集団的処刑や焼き討ちといった過剰な暴力の象徴となりました。革命軍は地獄の柱と呼ばれる部隊を派遣し、村々を焼き払い、無差別に住民を殺害しました。これは革命の理想が正義の名の下にいかに容易に狂信的な虐殺へと変質しうるかを示す悲劇的な事例です。ナポレオン・ボナパルトは軍事的成功を通じて権力を掌握しましたが、その統治下ではナポレオン法典の制定が最も重要な業績として残りました。この法典は約2281条から成り立ち、フランス革命の三大原則である自由、平等、友愛を法的に具体化しました。特に第548条、所有権は神聖不可侵であるという規定は、私有財産性を強力に保護し、資本主義経済の発展を後押ししました。ナポレオン法典は、ヨーロッパ各地に広まり、ドイツ、イタリア、オランダなどの法制度に大きな影響を与え、近代市民社会の法的基盤を築きました。革命の波は、単に政治体制の変更にとどまらず、社会構造そのものを変革しました。貴族や聖職者の特権が廃止され、すべての市民が法の下で平等となりました。しかし、この平等は、経済的な格差を解消するものではありませんでした。むしろ、革命によって土地の所有が自由化され、ブルジョワジーが台頭する一方で、貧困層はさらに困窮する結果となりました。これは、革命が政治的解放をもたらしたものの、社会的解放には至らなかったことを示しています。最後に、フランス革命が現代に与えた影響を考えると、それは単なる歴史的事件ではなく、人類の意識変革の転換点として捉えることができます。革命は、人々が自らの運命を自分で切り開くことができるという主体性を確立し、民主主義の理念を世界に広めました。しかし、同時に、暴力の連鎖や独裁体制の危険性についても深い教訓を残しました。今日、私たちはフランス革命の光と影を客観的に見つめ直し、自由と平等を追求しつつ、対話と合意による社会変革の重要性を再確認する必要があります。革命の精神は、現代社会の課題に対処するための重要な指針となり続けています。